この動画は日本語学習を始めた人が聞いて繰り返す練習ができるように作っています。短いお話を聞いて練習しましょう。日本語が上手になりますよ。それではスタート。私はミャンマーから来たエイエイです。日本語の学校に留学しています。先週の日曜日、友達4人と和食のレストランに行きました。お店はとても静かできれいでした。私は最近毎日お箸の練習をしていましたから、きっと大丈夫だと思いました。肉とじゃがいもの料理を注文しました。そしてテーブルの上に温かい料理が来ました。とてもいい匂いがしました。私はみんなの前で上手に食べたいと思い、箸を持ちました。柔らかいじゃがいもをゆっくり掴もうとしました。でも、じゃがいもが少し大きくて落としてしまいました。私は本当にびっくりしました。そして恥ずかしくて悲しくなりました。その時、友達のさくらさんが、大丈夫。じゃがいもは丸いから難しいよ、と優しく言ってくれました。そしてアナさんがお店の人にフォークを持ってきてくださいと頼んでくれました。練習中なんだから気にしないでと笑顔で私を励ましてくれました。私は安心しました。フォークを使って料理を全部きれいに食べました。本当に美味しかったです。みんなの温かい気持ちがとても嬉しかったです。私はミャンマーから来たエイエイです。私はミャンマーから来たエイエイです。日本語の学校に留学しています。日本語の学校に留学しています。先週の日曜日、友達4人と先週の日曜日、友達4人と和食のレストランに行きました。和食のレストランに行きました。お店はとても静かできれいでした。お店は
とても静かできれいでした。私は本当にびっくりしました。私は本当にびっくりしました。そしてアナさんがお店の人に、そしてアナさんがお店の人に、フォークを持ってきてくださいと、フォークを持ってきてくださいと頼んでくれました。頼んでくれました。私は安心しました。私は安心しました。本当においしかったです。本当においしかったです。私はミャンマーから来たエイエイです。日本語の学校に留学しています。先週の日曜日、友達4人と和食のレストランに行きました。お店はとても静かできれいでした。私は最近毎日お箸の練習をしていましたから、きっと大丈夫だと思いました。肉とじゃがいもの料理を注文しました。そしてテーブルの上に温かい料理が来ました。とてもいい匂いがしました。私はみんなの前で上手に食べたいと思い、箸を持ちました。柔らかいじゃがいもをゆっくりつかもうとしました。でも、じゃがいもが少し大きくて落としてしまいました。私は本当にびっくりしました。そして恥ずかしくて悲しくなりました。その時、友達のさくらさんが、大丈夫、じゃがいもは丸いから難しいよ、と優しく言ってくれました。そしてアナさんがお店の人にフォークを持ってきてくださいと頼んでくれました。練習中なんだから気にしないでと笑顔で私を励ましてくれました。私は安心しました。フォークを使って料理を全部きれいに食べました。本当においしかったです。みんなの温かい気持ちがとても嬉しかったです。